トッチーです。なんか久しぶりだから前我慢するしちゃってた。ウッチーですの後の久しぶりですまでちょっと想定してないですけどね。ということで、石田さん久しぶりですかね、前に立つの。なんか最近なくないですか？関係ないですね。別に何かしろにしているわけではない。そうですか。よかった。ということで2週目になりました。はい。はい、なので、2週目シリーズをやっていきたいと思います。ということで今回のテーマはこちらです。はい、逆半身片手取り四方投げですね。片手取り四方投げでもいいですかね。審査表には片手取り四方投げになってますけど、大体逆半身から入るですね。ということで2週目シリーズですので、また基本ではしっかり体をさばいて入るっていうところからやりましたけれど、また応用の部分になるかと思いますので、ご参考にしていただければと思います。では本編の方をご覧ください。どうぞ。はい、逆半身片手取り四方投げ。本当は分けちゃいけないのかもしれませんけど、個人的には、体さばきにより重点を置いて稽古する場合と、いわゆる呼吸力養成値か、呼吸法にメインを置いて稽古するのとちょっと分けてるんですけども、これも本当は明確に分けるもんじゃないんですけども、縦回転と横回転っていう考え方も。で、これは共通項です。取らせる。これは取られた。は取らせるという状態ですね。彼の中心を抑えにいっている。あるいは、これは私子供クラスではしっかりそのひかがみを伸ばして、頭からかかとまでの線を結んで手をスッと伸ばしておくと、大人の人が押されても大丈夫だよみたいなのをやる。で、これ踏ん張ってしまうと仮に耐えられたとしても次動けなくなるから、これは踏ん張ってるわけじゃないよって、自分はこの状態で場所が変えられるようにって、もう子供たち結構上手にやるんですよ。まず接触時点でまずそこがありますよっていうのがあるんですけども、それがあって、この次ですね、体さばきがメインで自分の中心線を合わせてきている。ここはもう剣の振りかぶりと一緒。ここで腕使っちゃうと力が抜ける。ここで腰が入った状態。で、ここでまっすぐ振りかぶります。で、ここで向きを変えて、で、作んなきゃないね。ここまで。で、見てわかると思いますけど、いわゆる縦回転。相手の人の内田さんの肩に対して、こういうできるだけ負担のかからない。受け身にも負担がかかりにくい状態。ぐっと頑張られたときに、これでは、ここはきついんですけど、こっち方向ってのはなんとなく、構造的に動く構造だからね、動きやすくなってるんで、そちらに向かって、腕を動かす。ひいては相手の腰を崩してるわけですけど。この縦の回転、相手に負担のない。で、一方で呼吸力を養成したいっていうか、呼吸力の場合は、ぐっと。軸で、同時にここに、今私歪んでますけど、ちゃんと自分の軸を立てていく。これは相手の腰をいわば横に切っていってるような状態。実は最初はこっちを習ったんですけどもね。面をかぶれって。パッと張って面をかぶれって。で、後ろ足から。
呼吸力があって相手をぐっと押し出せればいいんですけど、その呼吸力がないのにうっかりこの足を出すと、崩せられる。状態が崩される。もしくは足払って。この瞬間に足を払う。すくった方がわかりやすいね。こうなる。なので、後ろ足から、武道で言うと交差立ちとか女立ちっていうんですかね。これを交差させながら、相手の腰を向こうに切りながら、巻き込みながら吸って、自分の軸立てて、その軸に沿って回れば、さっきのが縦に回してるとしたら、これはちょっと横になってて、ちょっと受け身の人もついてこないといけないですね。さっきのはこのまんま動きやすいように回してあげてるから、自分の中心線もそのままですから、で、ここで相手の腕と自分の腕が一つになってますから、それを回して立てる。受け身もその場でいいですよね。もうこれは自分の体に巻きつけてきてるようなところがありますから、受け身の人もちょっと動かないと危ないかなというのがあります。個人的にはこれで縦の円、受け身の人がこう崩れていくのか、こう崩れていくのか。この状態で自然にこれが回されるから、で、自然に自分のへそも向こう向くし、肘も耳に近づいてきて、そのまま受け身を取れば、ほぼほぼそんなにきつくはないし、体にいらない負担をかけることはない。この状態。対して、こう崩していくと自分の手と体がバラバラになっていく。さっきのはもう一回ごめんね、縦でやるから、向こうも体がまとまるけれど、こちらも、手と体はまとまって離れないから、そんなに心配しなくていいんだけど、これ崩されていくのは相手の呼吸力が強ければ強いほど、私の手と体はバラバラになっていますから、受け身がしっかりついてこないと肘を壊されることになる。肘を耳につけるように、耳を肘につけるようにって受け身のコツで教わるんですけど、のべつ幕なしではないじゃない。やっぱり必要に応じて。ですよね。もう一回こう崩されていく。腰崩して、これでも私の体は開いてしまっています。ここでぼーっとしてたら投げ途中でやめてよ。ググって、ここでぼーっとしてたら肘やられます。で、これちょっと、受け身の話になっちゃうけど、こうつける人いるんですけど、こうつけても多分動けないんですよね。こんな倒れ方になるのかな？どうでもじゃないけど、速い強烈な投げされた時には、私は怖くてできないというか。この離れた手と分断された腰と手を速いところをスッと、そして後ろ受け身が取れる状態に体を運んでいく必要があるかなと。話があちこち行きますけども、縦回転で横回転。もちろん、それがさらに消化されて9とかになってくればなおいいんでしょうけどね。もう慣れたもん同士だったらここで入って取ってる。それを外す。それをちゃんと外して持っていくとかね。上向きのものは下向きに、下向きのものは上向きにって当てるんですね。そのままそのカーブに沿って並ぶと相手のへそが向こう向く。